はようございます。ゴールデンウィーク明けの月曜日です。今日は結構忙しくって、午前中に打ち合わせに1件行って、その後午後にキャンドル工場さんのところで、私のキャンドルの香料についての打ち合わせがあります。そしてお家に帰ってきてからは、企業様から依頼された映像制作の一つの締め切りが迫っているので、今日中に仕上げたいなと思ってます。今日は結構忙しくなりそうなので、忙しい日の24時間を記録していきたいなと思います。そしてやっと携帯を移行させたので、新しい携帯ケースはエジューのパープルを選びました。緑も好きなんですけど、最近パープルも気分です。では行ってきます。皆さんこんばんは。今編集をしていて、ちょっとこれから休憩をしようかなと思っているところです。で、今このヘッドホンをつけながら編集をしていたんですけど、いつも使っていたヘッドホンとは少し違うこと、皆さんお気づきになりましたでしょうか。私はいつもこのソニーの WH-1000X-M4 を愛用していて、皆さんもご存知の通り何度も動画に登場していました。今回それを見たソニー様よりタイアップのお声掛けをいただきました。わーいすごく嬉しいです。これとっても気に入ってたので。このヘッドホンは YouTube を始めて編集をたくさんするようになってから購入したんですけれども、もちろん編集中もですし、音楽をリラックスタイムに聴く時も常に愛用しています。そして今回ソニー様よりこちらの新商品の WH-1000X-M5 を一足お先にお借りする機会をいただきましたので、皆さんにこの新しいヘッドホンについて少しご紹介したいと思います。もともとこの WH-1000X-M4 を選んだ理由は、見た目がシンプルで品がありスタイリッシュだったからです。どんな服装にも馴染むし、デスク周りに置いていても主張しすぎず、おしゃれでとても気に入っています。そして今回新しく出たこの WH-1000X-M5 はデザイン性が刷新されています。こちらもシンプルかつスタイリッシュで素敵ですが、この商品はより無駄を削ぎ落として洗練された高級感のある印象です。まずヘッドバンドはマーク4よりもスリムなデザインになっていて、頭部の形状にフィットするように作られています。マーク4のヘッドホンも装着感はとても良かったですが、こちらはソフトフィットレザーを採用したことで、より装着した時の安定感が高く、軽くて締め付け感がありません。この快適性の向上は本当にすごくって、お借りしてから何度か使っているんですけれども、ヘッドホンをつけているのを忘れてしまうぐらい軽いので、ぜひ皆さんにも試してほしいです。色展開はプラチナシルバーとブラックの2色。どちらもとっても素敵ですが、私はこのマットな質感のブラックが推しカラーです。そして WH-1000X-M5 のさらに進化したところはノイズキャンセリング性能の向上です。マーク4のこちらも十分すぎるほどノイズキャンセリング性能が高かったですが、こちらは特に人の声などの中高音域のノイズカット率がアップしています。ですからこのヘッドホンで音楽を聴くと自分の世界に入ることができますし、仕事や勉強に集中したい方におすすめです。あとは好きな音楽を聴くときや一人で映画を見るときなど、
高音質で広がりのある音楽を楽しむことができます。また AI 技術により通話性能も向上しており、オンライン会議中の通話もかなりクリアに聞き取ることができます。そして騒音下でもノイズカットされたクリアな自分の音声だけを相手に届けることができます。家で過ごす時間を大切にする前までは、私はヘッドホンの必要性をあまり感じていませんでした。ですがおうち時間が増えてソニーのヘッドホンを使い始めてから音楽がより好きになりましたし、仕事のモチベーションもアップした気がします。自分の世界に浸って好きな音楽を聴くことは、私が家で楽しく過ごすきっかけの一つでもありますし、間違いなく私のライフスタイルを豊かにしてくれた商品の一つです。なので新生活でテレワークが始まった方や、趣味の音楽や映画をより楽しみたい方にぜひおすすめします。私もこの推しカラーのブラックを購入したいと思っています。WH-1000X Mark V の詳細につきましては概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。ではちょっとお茶休憩をしたいと思います。お茶どのお茶飲むの？こういうのもあるけど。いやいや、まあそれうまい。これ？うん。ウーロン茶。久々飲むくない？はい。これって買ったやつだっけ？お茶屋のおっちゃんがくれたやつ。あ、お茶やの？いつも行ったら、茶葉くれるやつ。まず姿勢を良くしなさいとか。姿勢を良くして、息をゆっくり吐いて、で香りを。吐いて香りを鼻からかけてくる。そう。まず何から？まず鶏肉を一口大に。足りるかな？手が凍るんだが。これぐらい？フライパンをして、どれぐらいの量？これで？なんか冷める。昆布。
そのさでピックアップしたら入れますね。そしたらイカスミも入れちゃいます。ここに。はい。わかんない。私2入るようされてるけど。いやさ。足残ってる。仕方ないからあれで。こういう感じね。いただきます。今日買ってきたテテリアのミルクティー用の茶葉でミルクティー作りたいと思います。テテリアのミルクティー大好き。We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us. Over the rainbow. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Hundreds of miles away, the water is warm. Let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Grab some gas. 今日買ってきたスターバックスリザーブに売ってる副菜のカステラも食べたいと思います。今日は一日すっごく忙しかったので美味しいものをたくさん食べる日々です。いつも好きなもの食べてる気がするけど。よいしょ。今日は外にも出たり編集も何本かしたりたくさん働いて充実した一日だったかなと思います。最近ありがたいことに打ち合わせが多くなってきたりとか、あとは新しい出会いとかが増えてきて外に出る機会がたくさん増えてとっても嬉しく思ってます。今日1件目に行った打ち合わせはちょっと動画は撮れなかったんですけれども、結構新しく大きなプロジェクトを任せていただくかもしれない、そんな初めの顔合わせというような感じで、今後このお話がどこまで進むかはまだ分かりませんが、ちょっといい意味でドキドキするようなお話をいただけて、少しそわそわしているところです。で、なんでこんな風に自分が今外の世界に対してすごくオープンでたくさんの出会いとか新しい挑戦をしに
行けているかっていうと、インスタグラムの方に、その話について少し書いたので、知ってる方もいると思うんですけど、台湾に住んでた時、私は、映像にはあんまり残していませんが、精神的に苦しい時期があって、かつ台湾の方々はとっても優しくて親切なんですけど、やっぱり言葉が通じないっていうところでどうしてもすごく臆病になってしまって、精神的な辛さと言葉の壁、知らない環境に、急に自分の身を置いた時に全てが怖くなってしまって、お家の中で引きこもってました。でどれぐらい引きこもっていたかっていうと、もう本当に1週間のうちに5日以上は家から出なかったりとか、あとはあまりにも私が家の中にいるので、彼が今日はどこどこに遊びに行くミッションを与えますっていう風なくらい、人に何か言われない限り一人で外に出ることがとっても怖くって、ずっと引きこもってました。それが良くないことだってすごく心の中では分かってたんですけど、どうしても体が動かなくってダメだと思えば思うほど外に出るのが怖くって、その台湾で家に引きこもっていた期間が結構長かったので、あまりにもインプットの量が足りなすぎて、自分が何が好きなのかとか何を撮りたいのかっていうのがよく分からなくなってしまったりとかして、すごく思い描いていた未来とは違うことにかなりショックを受けて、 YouTube を始めて会社を辞めて自分の人生変えるんだって言って台湾に来たものの、今の私は家に引きこもってるだけだみたいな感じで、自分が変わろうと思って変わったこと、でも変わった後の自分っていうのがイコールにならなかったんですよね。イコールにならないというか、心がついていかなかった。行動はできたんだけど心だけがまだ過去にいたんですよ。でダメだと分かれば分かるほどその距離がすごく遠くなっていって、とっても辛かったです。その時に孤独についてもよく考えましたし、自由に生きたい、自分の好きなように生きたいって私はよく言うと思うんですけど、自由に生きるとか自分の好きなように生きるっていうことは孤独を飼うことにつながっていて、好きなように生きれば生きるほど孤独の大きさっていうのも同じように増えていくんだなっていうのをすごく実感した時期でもありました。でもだんだんちょっとずつ心が前向きになっていって、台湾での生活も楽しくなって、一人でもいろんなところに行けるようになった時に台湾から日本に帰るっていうのが決まって、でちょっと悔しい部分もあったんです。で日本に帰ることを決めた時にどこに住もうかっていう話になって、私も彼ももう拠点をどこに移しても仕事できるようになっているので、日本の自然の多いところとかに住もうかなっていうのも一つ候補にあったんですけど、やっぱりこの台湾で引きこもっていた時期にインプットの量があまりにも足りなすぎて、日本に住んだらたくさんの人に出会ってたくさんの刺激を受けてたくさんインプットをしたい、そういう場所がいいって思って、それを彼に相談したら、それはすごくいいことだと思うから、じゃあそうしようっていう話になって東京に住むことにしました。なので今東京に住んでまだ3ヶ月ぐらいなんですけど、もう自分から積極的に気になったものには足を運んで、気になった人には会いに行って、お仕事のご依頼があれば興味があるものにはどんどん積極的に話を聞きに行って、やりたいかやりたくないかしっかりと見極めようというふうに思って、今割とアクティブに行動できてます。そうなんです。なので今こういう状況は私にとってすごくありがたいことですし、辛かった時期、自分の心の中に閉じこもっていた時期を抜けて、今は開放的に過ごせているこの時期を大事にしながら、どんどん進んでいこうと思ってます。なのでまたプロジェクトが進み出したら皆さんにしっかりとお伝えしたいなと思いますし、ブランドの方もたくさんの方のご協力を得て着実に前に進んでます。皆さんにいいお知らせができる日もちょっと近くなってきていると思います。私が心を込めて作った商品をお届けできればと思ってます。そんな一日でした。本当にいい一日だった。Let's go where the river's taking us. Over fields and through the country, letting go of everything but us.
can chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water is warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why we'd wait. Oh, hold tight, let's chase the Mississippi through the night, hundreds of miles away. The water's warm, let's dip our toes right in and be reborn. I don't know why 15秒になりました。 we'd wait. I got no drip in my pocket. Must've forgot it, or maybe I already lost it. Don't got enough to go cop it. I'm about to take off like a rocket. Houston, we might have a problem, but that don't mean money will solve 'em. No, that don't mean money will solve 'em. Woke up dreaming of the commas, and I got $100 in my wallet. I've been trying to make it, do it for my mama. I ain't with the faking, never with the drama. She said that I'm naked, now